ロサンゼルス空港で入国後、国内線に乗り継ぐ流れ、こんな感じだ。今回は入国審査、移動、保安検査などのトランジット工程をマイアミ行き乗り継ぎでご紹介します。ポコ旅ライフ。前回、ロサンゼルス国際空港での入国審査が済みました。マイアミ行きまであと50分。この条件で続きを見ていきましょう。ちなみに入国審査は一人一人しっかりチェックしてたんで、混雑次第で20分より時間がかかると思います。入国後は長い廊下が続き、途中で保安検査がありました。ここでもう一度止まるので時間が取られます。今回は10分ほどでしたが、トラブルがあればもっと伸びてしまいます。乗り継ぎはゲートに変更があったり、ターミナル移動もあったりします。だから電光掲示板と案内表示を都度確認しましょう。情報収集してゲートの道順を把握。そうすれば最短でたどり着くはずです。さて、ゲート前に着きました。結論、1時間半の乗り継ぎじゃ厳しかった。ケースによっては移動が長いし、検査も時間を要することがあるし、乗り継ぎ時間には余裕を持った方が絶対にいいと思います。今、飛行機が着いて、48A のゲートから人が降りてきています。まだ搭乗には時間かかるかな。そろそろ並びます。私は一番最後のグループ9です。A321 ネオ。ここからは機内の様子と設備を見ていくポコ。座席ポケットには機内安全の冊子にゴミ袋、テーブルは標準的なサイズでドリンクホルダーもついてる。足元は単足にはこのくらいの広さです。電源は足元と前にあってコンセントと USB 対応です。座席モニターはないんだけど、スマホを挟めるスタンドで機内モニターに早変わり。使い方違う。出発前にトイレチェック。アメニティはないみたいだ。デカめの紙ティッシュ箱。赤ちゃんのベッドもあります。急いでゲート前に来たけど、出発は定刻40分遅れでした。これも含めて旅ですよね。ちなみにこの後、マイアミからサンフアンへの国内線乗り継ぎがもう一回あります。落ち着いたら眠くなった。おやすみ。雲がかっこいい。雲がかっこいい。出発約1時間半後、ドリンクとスナックのサービスがありました。今回はコークゼロ伝わりました。あとね、ビスケットもくれた。ロサンゼルスからマイアミまでは約5時間半のフライトですが、ご飯はこのビスコフ一つだけです。スパイス系のビスケットでシナモンっぽい甘さが効いてます。サクサクしてて普通にうまい。ソフドリは無料でアルコールは有料。これ以上は有料なのでしっかりと味わいます。アメリカのど真ん中あたりに来てると思うんですけど、街が固まっていたり、ポツポツあったり、面白い感じですね。到着1時間前、トイレに来てみたら、ちょっと荒れている。トイレ以外も通路や座席に使用感があって、全体的にラフに使われている印象でした。さて、いよいよマイアミ上空、キラキラ光って綺麗な市街地だ。一直線の幹線道路も見えます。無事到着。出発は遅れましたが、マイアミには定刻着しました。降りてすぐ電光掲示板を見つけたので、明日のフライト情報あるか確認します。8時31分発サンフアン行きです。D の34ゲートか。今ここ。今右上。ゲートは D の34なので、このゲートを一回確認してから、ちょっと次のこと考えようか。アナウンスによると、マイアミの温度は28度って言ってたんですけど、正直寒いっすね。クーラーが効きすぎている。旅の基本ですが、脱ぎ着ができる上着は必要ですね。実は今日空港泊しようと思っていまして、ゲートを確認したら、充電ができそうな場所、ちょっとくつろげそうな場所を確保する必要があります。とりあえず、もう閉まっているレゴストアでも見るか。役立つ旅情報を発信しますので、チャンネル登録をお待ちしております。
エグジット、出口があるところだからか、ちょっと人が増え始めました。メインのところなんですかね。なんと、マイアミ空港で寿司巻き屋さん発見。でもカニカマで 6.5 ドル高いんじゃないか。枝豆で8ドルですよ。枝豆で8ドルですよ。いいの34に着きました。深夜の時間は係の方が一生懸命清掃されていて、何人かポツポツ早朝のトランジットに備えてゲート前で待ってる感じです。アメリカエアラインズを降りるときに思ったんですけど、ただいですね。次のフライトは8時半のもの。現在12時半なので、ここで8時間待機しようと思います。D33 ゲート前の方がいい感じに充電スタンドもあって陣取れそうだったので、ここで朝まで待機します。ゲート前には充電だけじゃなくてトイレがあるのも助かる。そして何やら自販機が2つ。1つはベイクショップって言って甘そうなサンドイッチみたいなケーキが売られてて、もう1個の自販機は風邪薬にアレルギー薬、リステリンとかバンドエイドとかヒゲ剃りとかそういうのが売られてます。あとは荷物を枕にすると盗まれにくいと思います。私は搭乗口前は治安が高く寝過ごしにくいとも思っています。寝不足は避けられないんで飛行機の中で取り返しましょう。7時間過ごしてみたら人がこんなに集まってきました。ちなみに空港にはホテルもあるんですけど、保安検査の外にあるので一度出る必要があります。理由はわかんないけどまだ飛べないらしいです。周りのスペイン語を話すお客さんたちが動き始めたら私も動こうかなって感じです。目の前に見えてる機材が乗るはずだった飛行機なんですけど、タイヤのところ見えますか？台座が出てきてます。多分機材トラブルなんでしょうね。今アナウンスがありまして、タイヤを変えているそうです。変え次第飛び立ちますって感じだったので、彼女の笑顔が見れたので、この遅延もありとしましょう。貴重なね、ランディングギアを変えるシーンをね、一般人が見れるってなかなかないと思うんでね、ちょっとプラス思考に考えていきましょうかね。タイヤが転がっております。タイヤは転がるものなんですけど、手で押しているの初めて見た。タイヤは1個だけじゃなくて、もう1個変えないといけないそうです。引き続きもう1個タイヤの交換が終わるのを待とうと思います。ずっと待ってるとめちゃくちゃ寒くて、この中にウルトラライトダウン2枚、ウィンドブレーカー的なもの1枚着ています。人によってはノースリーブの人もいるんですけど、みんな上着は多めに持ってくるんだよ。なんと、動きがありました。どうやら見えないところで2個目のタイヤを変えてくれていたようです。援助が必要な人は乗ってくださいとのアナウンスが入りました。思ったより早く済んでよかった。ようやく乗ります。A321 の EOW321 型の中の何かが違うのかな。でも基本的にあるものは一緒な感じです。あと、相変わらず寒いです。空港が寒いだけじゃなくて、機内もめちゃくちゃ冷え切ってます。まだ飛び立つ感じはないですね。飛行機が動き始めたのは10時53分。約2時間半の遅延です。爆睡してたらドリンクサービスで起きました。多分あと1時間ぐらいで着きそうです。売店見てたら物価高かったから、このコカ・コーラゼロとクッキーは貴重だポポ。遅延でちょっと参ってたから復活しました。この時 Wi-Fi は有料でしたが、現在は無料化が進んでいるそうです。あと1時間2分ほど空の上の旅だポポ。アメリカン航空の国内線エコノミーは路線が違ってもサービスはほぼ同じで、まとめてみるとこんな感じでしょうか。到着した時に思わず拍手が起きました。無事プエルトリコに来れてよかったです。プエルトリコはアメリカの自治領なので、国内線のごとくスムーズに入国できました。入国審査がないって楽ですね。お金と時間に余裕があるなら、こんなに過酷な旅はしなくて良さそうです。
今回訪れたのはあったかい場所ですが、空港や機内はかなり寒いので防寒対策はちゃんとした方がいいです。次回はプエルトリコ・サンフアン編です。ポコ旅ライフ。このチャンネルでは日本や海外を旅して観光・飲食する様子を配信してます。皆さんいつもありがとうございます。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。